はい、どうも、こんにちは。エンジン太郎です。前回の動画で多分出て、分かってると思うんですけど、クランクシャフトは失敗しました。2番のウェブ部分ですよね。コンロッド軸のところで折れちゃいましたね。折れた原因ですけど、根本的に弱い、細いっていうのがあります。それと、鋳鉄ですね。電数バー D5 とか6使ってたんですけど、鋳鉄って旋盤で削ってる時ってなんかもう、鉄には思えないような削り心地です。そうですね。例えて言うなら、すっごい硬いビスケットでも削ってるかのような削り心地ですね。なので削ってる段階で粘りはないだろうっていうのはわかります。変形に対しての強さってのはないんでしょうね。これも折れたシーンっていうのは取れてなかったんですけど、クランクシャフトのフレドリをやるときに、フレドリやりたいっていうときに、当然、こういうとこはもう叩けないですね。ここ叩くと多分ここで折れるのが分かってたので、なので、なるべくここのギア、こういうとこを叩いたり、こういう風に叩いたりしながら、フレドリをしてる最中に当たっていないんですけどね、こっちには。クランクシャフトに当てないようにしながらやってたんですけど、ここをカンと叩いた時に、ここがもろっといったんですよね。やっぱり一つに材質の脆さっていうのはあります。じゃあ何がいいかって言われると正直自分も何がいいのかはわかんないです。わかんないんですけど、次使うのは、45C でいこうと思います。ただこれに関して言えば、1個前の4気筒の時に大失敗してるんですよ。どうしても 45C でやる場合、中に残留応力というものがあって、最初の4気筒を作る時まで残留応力なんてものを知らなかったんですけど、実際作ってみたら残留応力っていうのが存在してぐにゃんぐにゃんだったんですよね。なので今回は前処理をやろうと思います。まずやらなきゃいけないのはこの素材ですね。2本の素材の残留応力の減少化ですね。文献によると650度、600から650度で2時間ほどホールドしてそこからゆっくり温度を下げていくっていうのが有効なようなので、そのようにやっていきます。のりセットとこんな感じで置いときます。で、あとは火をつけて温度を上げていくと。設定温度は640度。650にしたいとこですけど、多少オーバーシュートするんで640で上限オーバーシュートして650ぐらいになるように設定しています。じゃあスイッチオンと。はい、そろそろ2時間経ったので設定温度を下げます。600度に変更。ここから除冷ですね。ここからは30分ごと設定温度を下げていきます。はい、一晩経って自然冷却させました。最初の数時間は火を少し入れながら温度を徐々に下げるというやり方してたんですよね。で、その後ある程度下がったところで保温、ここにもう蓋をして保温してトータルで冷却に12時間ほどかけたので大丈夫じゃないかなと思います。どうでしょう。真っ黒でよくわからない。削ってみなきゃわかんないですね。切削の手順が基本的には前回と全く同じ手順で荒取りしながらやっていこうと思うんですけど、とりあえずやってみなきゃわかんないです。クランクシャフトの製作に入りますが、一部設計変更があるので、その部分だけ図面を差し替えてあります。具体的な変更箇所としては、コンロッド軸の拡大ですね。前回より2ミリほど大きくしました。これがもう本当に設計上ギリギリ、もうほぼ
余裕がなくなった状態です。はい、セットできたので、まず削ってみますね。はい、これで一応、両面やりましたね。ここからは基本的に前回やったクランクシャフトの製作と同じ手順なので、タイムラプスでどんどん進めていきますね。本体の切削。まずは、最初に作ったのと同じように荒取りをしていきます。タイムラプスだと音声が入らないので、ちょっと動画としては面白くなくなってしまいますね。現在やってるのは1番2番側の荒取りとなります。この段階はとにかく削って削りまくることしかできないので、作業としてはさほど面白くはないですね。精度も特に要求されてないので、大体の位置でどんどん削っていくっていうことです。はい、ここまでできました。今のところ残留応力による歪みは出てないですね。以前なら間違いなくここまでやれば、こう、うねうねっとなったと思うんですけどね。今特にガタつきもないですね。よし、あと2箇所。こっちとこっちですね。やってきゃ、これの荒取りは終わりです。はい、これで1番2番が荒取り終わりました。このまま2番3番側の荒取りも進めていきます。4面中3面終わって最後の1面進めていきます。とりあえず素材の荒取り終わりました。やはり焼き生しをして残留応力除去したので、もうガタつきがほぼない。何の処理もしなければおそらくこれでガタついたはずです。これだけなみなみ削ってりゃそうなるんですけど、それがないということは残留応力はほぼ除去できているのではないかと思います。こちら、あとは、今までと同じなのでタイムラプスでやっちゃいますね。まずは外周を削ってきます。外周が終わったら各軸の切削をしていきますが、今回は仕上げ白を 0.07 ミリほどにしたんですけど、これは後にいまいち良くないというのが分かりましたね。仕上げ白は 0.1 ぐらいがジャストだと思います。とにかくこの工程はつかみ替えなどが多くて時間がかかりますね。ですが重要な部分なので慎重に進めていきます。1番2番側は終わったので3、4番側に付け替えて、こちらも同じように加工していきます。とにかく時間がかかりますね。何しろ幅が狭くて深くまで加工しなくてはいけないので、あまり太いバイトも使えずにかなり苦戦してます。
次作るときはフライスで全部荒取りができるといいんですけど、なかなか難しいですね。今考えているのはフライス板側に A 軸、いわゆる回転軸をつけるか、旋盤側にエンドミルが使える主軸をつけるか考えてますが、まあ、なんとか次回以降作れればいいと思ってます。いよいよ軸受けの仕上げ部分に入りますね。1番、2番側と3番、4番側。毛でつけてるので3、4番側からやってきますが、で、仕上げなきゃいけない軸はこの1、2、3個と1、2、3、4、5個とりあえずやります。一番端のこの軸はここを切り飛ばした後でやってきます。軸受け仕上げなので、いよいよ作ったジグ使います。軸受け仕上げジグの制作動画は別動画になってるので、この辺に出しておきますね。ぜひ見てくれればありがたいです。よし、じゃあ軸受け仕上げ準備していきます。はい、一通りセット OK ですね。まず一箇所やってみますか。ここのセンターに関しては、精度重要には重要ですけど、最悪行き過ぎた場合、メタル側で調整が効くので、なんとかなりますね。でも、揃えた方がいいのは確かなので、このセンター22ジャスト狙ってきます。で、今 22.1 いくつのはずですけど、22.09 ですね。なので、まずは当たるとこまで行くか。よし、じゃあ始めます。研磨始めましたが、映像で見るとかなり地味ですね。動きもないですし、結構難しいですね、編集するのがこれは。1回の送り量の目安としては 0.01 から005ぐらいを目安に送っていくことになるので、もう旋盤のハンドルのメモリではわからないです。なのでダイヤルゲージをつけてそれを目安に進めていきます。まずは一皮抜いて基準になる数字を出していきます。 22.08 ぐらいになったか。ここからは予定寸法になるまでどんどん削っていきますが、結構切削ペースが速いので削りすぎに注意しながら進めていきます。2か3か 22.025。これで 22.00 まで来たでしょう。 22.00 よし、一箇所終わり。早いね。他の軸も同じ要領でどんどん進めていきます。加工してて分かったのはモーターのパワーもうちょっと欲しいですね。ちょっと出力が弱い気がします。あとは旋盤の送りネジですね。今リード 3mm のネジ使ってますが、もっと細かいリード 1mm ぐらいのネジを使いたいですね。なかなか今のままだと細かい送りが難しいので、その辺は改善したいと思います。とはいえ今までの5倍以上の速度で仕上げられるのはありがたいです。こ
こんな感じでダイヤルゲージ見ながら作業しています。このメモリが 0.01 なので、このメモリがわずかに動いたとか動かないとか、そういう次元でやってますね。もう一段細かいゲージも持ってはいるんですが、そちらでテスト切削をした時には、1メモリを微動送りすることが結局できなかったので、使いづらかったので、こっちのゲージになってます。15.989 ちょっと行き過ぎたな。しゃあね、こいつだけはメタルで調整するか。気を抜くとすぐに予定寸法を通り過ぎちゃうので、かなり気を使いますね。仕上がりが綺麗なのはかなりいいんですけど、ちょっと操作が難しいというのが難点ですね。でもジグ自体は汎用性が高く、他のエンジンを作るときにも役立ちそうなのがいいです。こんなもんだね。これでベアリングが綺麗に入るはずと。はい、仕上げ加工終わりと。これなら十分ですね。少なくとも以前のクランクシャフトより出来はいいですね。妥協しなきゃいけないところは妥協して次に進んでいこうと思います。よし。じゃあこれ外しちゃいますか。よいしょ。これは作ってよかったな、結構。よいしょ。物台に戻してと。ここからはまた前回作った時とほぼ同じなので、一気に組み立てのところまでタイムラプスで進めちゃいます。はい、これで旋盤作業終わりました。外しますね。OK。へそちょっとありますけど、これは手やすりで削りはいいですね。オイルホールを開けてバランスウェイトの部分を加工していきます。ここもやはりタイムラプスで進めちゃいますね。はい、これで2つと分穴開け終わりました。あとはカウンターウェイトの部分を切削していきます。それが終わればいよいよ組み立てに移れます。やっとここまで来ました。だいぶかかりましたが、なんとかなってますね。よかったけど、なんとか来た。よかったよかった。もっとも組み立て終わってないんで、なんとも言えないですけどね。はい、いよいよ焼き場目準備ですね。こちら、この2つは温める。で、これは冷やす。で、合体と。その時に1、2目用の、棒を入れてます。これですね。
この穴はクランクシャフトの軸に対して中心を通っているので、マーカーペンキで黄色くつけてきました。黄色は黄色と合わす、紫は紫と合わす。これで間違いないですね。これ万が一間違えるともう致命傷ですからね。1、2目してセットしたらピンは抜いてしまう。これも抜いてしまう。その上でプレスと。順番を間違えないように注意しないとね。前回1個ずつ入れたんですけど、今回はもう両方同時に入れてきます。温度上げて焼き場目進めていきます。もうドライアイス買ってあるんで、こっちは冷やしていきますね。で、30分くらいでいいかな。前回 IPA 使ったんですけど、今回 IPA なしでいきますね。部品をもうダイレクトに冷やしちゃいます。IPA 使うとこのペンキ取れちゃいそうなんで。これでマイナス70度ぐらいにはなるでしょう。よし、これでまあ一通りの準備は OK でしょう。じゃあ所定の温度になるのを待ちます。はい、ではここからはスピード勝負になります。もう材料を持ってきて、あったかいのをセットして、向きを変えて冷たいのセットして、ロック外してプレスだ。よし、大丈夫だね。まずはあったかいのをセットと。セットしたら向きを変えて、位置を決めてそしたらプレスと。よし、なんとかくっつきました。位置も大丈夫だと思います。あとは自然冷却待ってきます。はい、常温になったので外してきますね。
よっ、いいかな。とりあえずは良さそうだね。クランクシャフトできました。これまっすぐならいいんだけどね。じゃあ計測と調整ですね、やっていきます。まだ初期段階なのではっきり言ってブレブレのはずです。はい、0セットしたので、こっちが 0.5 ぐらいですね、ズレがあります。こっちも 0.6 ぐらいズレがありますね。このズレをまずなんとかしないとですね、さすがにこれだけずれてるとまともには使えないですね。こいつで広がってくれる程度ならいいんだけど、広がりはするけど、このクランクシャフトを作るときに使ったジャッキを使ってクリアランスを無理やりこじ開けてきます。これで少しは動くはずです。これ元に戻るんだろうな。戻ってった。でもちょっと減ったか。何回か繰り返してるうちに少しずつ触れが減ってきました。0.08、もうちょっとずつ調整していけばいけるかな。だいぶ減ったね。一応 0.01 ぐらいには入ってくれたので、もうこれ以上やっても無駄かな。よし、ここでいいにしよう。こっちが終わりました。次、でこっちと、こっちはまだ何にも手をつけてないので結構触れてますね。 0.4 ぐらい触れてますね。こっちも同じように、このジャッキ使って、ギュッと上げていくっていう感じですかね。2箇所で動かす。くさびジャッキ使ったりしながら、なんとか 0.013 くらいになったかな、これが。これ以上はもう無理だな。これ修正しようとするとズレ大きくなってきます。何回か挑戦してるんですけど、これ以上狭くなってくれませんね、筆が。はい、一応いろいろこねくり回してなんとか目標精度に入ったんじゃないかな。こっちの方が数字は悪いですね。0.02015 ぐらいのズレって感じかな、マックスが。追い込んで、これ以上追い込んでももう無理だろうな、正直。
これ以上追い込んでさらに悪い数字が出るのが嫌だし、まあどっかで妥協しなきゃなんないですね。クランクシャフト作ってみて思ったのは、最初に作った完全一体もう一本でやっていくタイプですねの方が作るのは楽ですね、正直。あとタイミングギアとかタイミングチェーンとかこの辺の駆動系を、横に持ってきた方が絶対にいいですね。これは整備性とか生産性を考えるとそうした方がいいです。なので次回以降もし作ることがあれば、この辺のギアとかスプロケットの類は右か左に寄せちゃって、中はクランクシャフト、クランク部分だけにした方がいいですね。その辺は次の設計、次のエンジンで気をつけるべきとこですね。いやー、この3分割うまくいくと思ったんだけどな。思った以上にシビアでやりづらいです、これは。まあしょうがない。これはこれで一つ経験できたということでよしとしましょう。まあなんとか今回これでクランクシャフトは一応型がつきました。次回ですが、このまんまではクランクケースの中まだ入らないんですよ。クランクケースちょっと削んなきゃなんないので、クランクケースの切削、追加の切削ですね、進めようと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。